略称。特急が高嶺の花だった国鉄時代には、一般大衆向けに特別ではない普通の急行がたくさん走っていました。多くの急行には急行専用の車両が使われ、特急型車両の設備よりかは劣るものの、普通列車などに使われる車両よりも格上の設備が備えられていました。JR では最後の活躍となった石川県は七尾線を走る国鉄の急行型電車。昭和40年代のレトロな旅へ出発します。日本国有鉄道、いわゆる国鉄が製造した急行型電車は、車両の両端に出入り口が配置され、その間にずらりと並んだ二段窓が特徴。主に本州と九州で運用されたが、急行自体の運用本数削減や車両の老朽化により、年々その数を減らし、ついにJR 七尾線に残った2両の急行型電車が JR では最後の現役車両となった。6時58分発七尾線羽咋方面普通列車七尾行きになります。この列車は6両編成です。足元の青色のラインの1番から6番に合わせて2列に並んでお待ちください。七尾線の電車は金沢駅から出発。6両編成の各駅停車七尾行き。最後尾の金沢より1両が急行型であり、七尾より5両は普通電車に使われる近行型。色は同じで形も似ているが、見分け方は簡単。近行型の方はドアが両方向へ開くタイプ。近行型は国鉄末期に老朽化した急行型を改造したものであり、こちらも年季が入った貴重な車両。急行型に乗ってみると、まず気になるのは洗面所の区画。使い勝手と混雑緩和が考慮されているのだろう。トイレとは部屋が分けられている。さりげない帽子掛けも嬉しい気配り。節水のためか、ボタンを押している間に水が出る方式。両手同時や顔を洗うには洗面器が必要。洗面台隣の炭壺が時代を感じさせてくれる。不治の病、結核の流行を防止するため、車両や駅などに炭壺が置かれた時代があった。特急型車両とは違い、座席は向かい合わせで固定されているが、近行型にはない窓側の肘掛けなど、ささやかな差別化が図られている。急行のように長い時間の乗車になると同じ姿勢はつらい。肘掛けが姿勢のレパートリーを増やしてくれるし、空いていれば枕にもなる。この急行型車両にはモーターがついていないので、静かに金沢駅を発車。
津幡駅の区間は旧北陸本線、現 IR 石川鉄道を走る。昭和40年から57年までは急行型電車を使った急行立山がこの区間を走っていた。昭和44年の時刻表を見てみると、大阪富山間の運賃が1260円、特急来鳥で4時間15分、特急券600円、急行立山だと5時間、急行券300円、大卒初任給が31,200円の時代、やはり特急は高嶺の花、特別感がある。この七尾行き電車は各駅停車だが、車両は当時とほぼ同じで、速度も速く、きっと当時の急行立山の旅に近い体験ができている。まもなく東金沢、お出口右側ドアを設けておりますが、足元にもお気をつけください。雨が強くなってきたな。いつもなら運転見合わせにならないか不安になるのだが、今日は和倉温泉に宿を取っており、夕方までに着けばよい。雨だと寄り道もできないし、何かと気軽に高速で移動できる現代。自分自身のことだが、無理して遠くを目指したり、多くの場所に寄り道したりと、いつもスケジュールが複雑で時間に余裕がない。急行全盛期のように移動に時間がかかる方がむしろスケジュールが単純になり、気持ちにゆとりのある旅ができたのかもしれないな。きっと昭和40年代の旅情を味わうためには、車両だけでなく自分自身の気持ちにゆとりが必要なのだろう。津幡駅から七尾線に入ると、早速面白い光景が見られる。電車に流す電気の種類が設備の関係で交流から直流へ切り替わる。車両側の回路を切り替えるため、走行中にもかかわらず電車の電源をシャットダウンするのだ。車内の蛍光灯は消え、非常灯に切り替わる。ヘッドライトも片方が消える。おそらく非常用のバッテリーを使っているのだろう。できるだけ消費電力を抑えながらも、最低限必要な箇所はしばらく消えないようになっている。暗闇で後ろから追突されないようにだろうか、テールライトは2つともついている。七尾線をこの切り替え作業が不要な交流にできなかったわけはこの先判明する。
七尾線の前身七尾鉄道の始発駅本津幡駅、明治31年開業当時からの駅舎が使われている。ホーム側の外壁は古いままになっている。木造駅舎の維持は想像以上に大変だが、雰囲気を損ねないようにうまくリフォームされている。2つしかない急行型電車同士が行き違う。強弱のはっきりした雨の降り方。また急に降ってきたな。乗客の濡れた靴の音が車内に響く。しばらくやみそうにないな。宇野系駅で国鉄近郊型電車と行き違い。顔はほぼ同じだが、乗降の効率化のためドアが3つついている。中には JR 西湖山昭和39年生まれの車両も紛れており、昭和40年代の旅の雰囲気を外からも盛り上げてくれる。駅と駅の間隔が比較的広い七尾線は各駅停車であっても予想以上に飛ばし、しかもつなぎ目の少ないロングレールがあまり使われていない。ジョイント音や揺れなどかつての急行電車の雰囲気そのものではないだろうか。
急能登かがり火号と行き違う。子供の頃名古屋駅で見た特急白鷺和倉温泉行きを思い出す。行き先に温泉の文字がつくと、それだけで非日常感が強まり、好奇心が刺激された。まもなく大田区に着きます。お出口下り側です。ドアを開けておいてお降りください。宝達駅到着の直前、七尾線唯一のトンネルをくぐる。狭いトンネルは河川と建造物の距離を広く取る必要がある交流での電化を不可能にした原因の一つ。そしてトンネルがくぐる相手はなんと川。天井川と呼ばれ、地上からかなり高い位置を流れている。明治4年、日本で最初に完成した鉄道トンネルも天井川をくぐる石屋川隧道だった。